はい、今回はシューティングプラウドスターを見た目重視で改造します。モーターを真ん中に置いた MA シャーシが採用され、以前のダッシュ3号シューティングスターの進化タイプとして2015年に登場したマシンになります。ウィンドウやインテークが長くなって、より飛行機や戦闘機といった形に進化しています。そんなシューティングプラウドスターのボディを今回 ME シャーシに乗せ替えます。この ME シャーシも MA と同じく真ん中にモーターがあるタイプで近い形をしているので、乗せ替えといっても加工の必要なく普通にボディ交換できます。まずはこのインテークの付け根にある合わせ目をなくす作業からスタートしています。これは普通に接着して合わせ目を消すということではなくて、後々の塗装を考えて別パーツのまま合わせ目をなくせないかっていう、そういう試行錯誤をしています。こういう問題をどう解決していくかっていうのも今回の見どころの一つになりますが、基本的には ME シャーシへの乗せ替えがしやすい中でも、シューティングプラウドスタープラス ME シャーシだとこんな感じになるっていう、サンプルみたいに作れたらいいかなと思っています。ME シャーシは今回初めて組み立ててみましたが、MA と比較してコンクールでエレガンス的にいいと思ったところとして、まず一つが A パーツが低摩擦素材からシャーシ本体と同じ ABS 素材になって加工や塗装がしやすくなったところですね。特に僕もそうなんですが、ボディを肉抜きして内部を見せる機会の多い作風には大きくプラスになると思います。もう一つは全体のシルエットですね。バンパーもシャープな形に変わり、サイドガードも短くなったことで、モーターが真ん中にあるタイプのシャーシとしては小さくまとまって見えます。なので、ボディによっては雰囲気的に MA よりも ME の形の方が合っているマシンが出てくると思います。そういう意味で乗せ替えるボディとして細い形をしたシューティングプラウドスターを今回選んだのは正解だったかなと思っています。着脱できるバンパーは VZ シャーシも同じ特徴を持っていますが、MA のボディが乗せやすい点で、特にミニ四駆プロシリーズの実車系ボディを使って昔の、リアルミニ四駆シリーズのようなマシンを作る場合にはこちらが向いていそうですね。で、加工していた部分がどうなったかというと、インテークを上から差し込むのではなくて、合わせ目をなくした上でスライドさせて塗装後に後はめできるようにしています。こういう工作的にもボディのデザインからしてもなんとなくガンプラ気分の作業ですね。
元の MA シャーシもそうなんですが、ME シャーシも同じようにシャフトが露出していて、乗せるボディによっては隠れずによく見える部分なんですね。シューティングプラウドスターの場合は特にリア側のシャフトが覗きやすいので、例えばこういう余っているパーツですね。今回スーパー2シャーシのモーターカバーを使っていますが、形を合わせて蓋にすることで隠しています。カラーリングは明るさよりも重さが欲しくて、白ではなく迷彩の黄色、オレンジではなくブラウンを合わせています。全体的に褪せた印象で、多分ミニ四駆ではあまり見ない色使いだと思います。
今見ていて気がついたかもしれませんが、ウィンドウ周りの黒の塗装が細かく剥がれてしまっていますね。マスキングあるあるで、特にこういう角になっているところはテープを剥がした時にかけやすいんですね。ただこれくらいの欠けなら筆で点付けする要領で簡単にリタッチできます。爪楊枝なんかでもできなくはないんですが、塗料の量が調整しやすい筆が確実ですね。